ミニブラ、お口の周りについてるよ。拭いてあげるね。はい、綺麗になったよ。みんなかわいい。かわいいな。天国ってここにあったんだね。まあそうかもな。もう一生ここに住みたいよ。それは断る。で、アスカよ、要件はなんだ？みんなと戯れるために来たわけじゃないんだろ？ああ、そうだった。ブラッキーにこれを渡しておこうと思って。なんだこれ？それは最近僕が新たに発明した特殊な石でね。その名もアスカストーン。アスカストーンに未進化のポケモンが触れると、なんと一時的に進化することができるんだ。ちゃんと謝って返した方がいいと思うよ。いや、盗んでないって。僕が発明したって言ったよね。早く自首しなよ。だから盗んでないって。安全なんだろうな。もちろん副作用とか何にもないから安心して試してみてくれ。僕、やってみたい。ごめんね、EV。この石が効果あるのは進化先が1種類のポケモンだけなんだ。EV は進化先がたくさんあるから効果がないんだ。そっか、残念。じゃあ僕だね。大丈夫かな？にゃおは、無理してやらなくてもいいんだよ。大丈夫。僕も興味あるし。マスカーニャになった。おお、すごい。ほらね、最終進化系になるんだよ。なんか、違くね？マスカーニャってこんな感じだっけ？マスカーニャにしてはちっちゃいよね。でも、マスカーニャってもっとキリッとしてる感じじゃなかった？キリ。いや、無理しなくていいから。なんでよ、ちゃんとマスカーニャじゃん。かっこいいでしょ？かっこいいっていうか、かわいいって感じ？私は今のニャオハすごくかわいい。じゃなかった。かっこいいと思うよ。ねえ。それならランクバトルに出てみるといい。アスカストーンによる進化は見た目だけじゃなく力もちゃんと進化している。今のニャオハならランクバトルでも活躍できるだろうね。そうか、それはすごいな。ポケモンバトル教が食いついたね。僕、ランクバトル出てみたかったんだ。いいね。ニャオハの活躍見たい。私も見たい。それじゃあ今回はニャオハと一緒にランクバトルに参加してみよう。ニャオハ、一丁かましてやろうぜ。おお。今回の主役はマスカーニャ。技構成はトリックフラワー、叩き落とす、不意打ち、トリプルアクセル。持ち物は気合のたすき。ランクバトルのルールがレギュレーション H になって、伝説とか準伝説とか羽ばたく神などのパラドックスポケモンとかたくさんのポケモンが使用できなくなった。それにより活躍のチャンスを得たポケモンが大量発生。マスカーニャはその筆頭格だ。高い素早さから幅広いタイプの技を打てる。特に叩き落とすをタイプ1で打てるのが強い。ただ耐久が神なので気合のたすきで行動保証を持たせているぞ。テラスタルはトリックフラワーの威力を高める草にしたけど、海竜の神速を避けるためにゴーストでもいいかもね。特性はトリックフラワーと叩き落とすを両方ともタイプ1で打ちたいので、変幻自在ではなく新緑を採用してみたぞ。あれ、マスカーニャがいる。ニャオハはどこに行ったの？何を隠そう。このマスカーニャこそがニャオハなのだ。マスカーニャなのにニャオハとはどういうことだ？いや、別に哲学の話じゃないと思うが。まあ可愛いから何でもいいや。そう言うと思ったよ。さて、相手は壁構築か。と言っても、必ずオーロンゲが出てくるとは限らないんだよな。レギュレーション H になってポケモンの顔ぶれが一気に変わったから難しいんだよな。徐々に慣れていくしかないね。そうだな。よし、今回は基本選出でいこうか。先発はマスカーニャ。その後に海竜とガチガマだ。対戦よろしくお願いします。お相手先発、マンムー。こっちの先発はマスカーニャ。ニョーハじゃなかった。マスカーニャ頑張れー。つららばりを打たれるときついが、まあ耐えられる可能性もある。効果抜群のトリックフラワーを押したくなるが、先発マンムーの持ち物は気合のたすきの可能性が高い。
ここは交代された時のことも考えて叩き落とすから入ろうかな。マンムー、氷のつぶて。つららばりはないようだな。マスカーニャ、叩き落とす。やっぱり気合のたすきだったね。さてこのターン、相手ももう一回氷のつぶてを押したいところ。こういう時のための不意打ちですよ。マスカーニャ、不意打ち。マスカーニャナイスー。不意打ちも氷のつぶても優先度プラス1の先制技。優先度が同じ場合、素早さの高い方が先制する。マスカーニャは素早さが高いから不意打ちで先制しやすいんだよね。お相手、オーロンゲ。おそらくリフレクターからだろうな。こっちの後ろにガチグマがいることを考えると、光の壁だけでもターン数を減らしたい。叩き落とすで光の粘土を落とそうか。オーロンゲ、リフレクター。マスカーニャ、叩き落とす。光の粘土だったね。それじゃあトリックフラワーで突っ込もうか。リフレクターを張られたからな。大したダメージは出なそうだが。マスカーニャ、トリックフラワー。すごいダメージ。トリックフラワーは必ず急所に当たる技だからリフレクターを貫通するんだ。さらにヒットポイントが3分の1以下なので、特性新力で草タイプの威力が 1.5 倍になってるぞ。だからこんなに強いんだね。マスカーニャ大活躍だったな。さて次だが、できれば光の壁を張られたくないので、まだガチグマは見せたくない。海竜から行こう。海竜、出動。海竜の技構成はスケールショット、地震、竜の舞、アンコール。地震で倒してもいいけど、ソウルクラッシュをマルチスケールで耐えてる間に竜の舞を積もうかな。相手のリフレクターを一旦消費できるし。海竜、竜の舞。オーロンゲ、ソウルクラッシュ。さすがマルチスケール。それじゃあ地震を打とう。オーロンゲ、捨て台詞。ラスト1匹は誰だろう。海竜に交代されると自信を避けられてしまうが。お相手、翡翠のメルゴン。よし。海竜、地震。流星群か冷凍ビームか、どっちかは覚えてるだろうな。フェアリーテラスタルを切るかどうか。いや、相手のリフレクターがまだ残ってるし、テラスタルはガチグマに取っておこうか。地震であと一発削っておこう。海竜、地震。ヌメルゴン、冷凍ビーム。相手にリフレクターがある中、十分活躍してくれたと思う。海竜、ありがとう。ガチグマ、出動。ガチグマの技構成はブラッドムーン、ハイパーボイス、大地の力、真空波。今回のガチグマはいくらか素早さに振ってある。おそらくガチグマが先制できると思うけど、念のためノーマルテラスを切って冷凍ビームをケアしておこう。ガチグマ、ノーマルテラスタル。大地の力。ガチグマナイスー。この後ガチグマが大地の力でオーロンゲも倒し、勝利。勝ったー。対戦ありがとうございました。すごかったよニャオハじゃなかったマスカーニャ。かっこよかったよニャオハじゃなかったマスカーニャ。そろそろ覚えてくれる？今はニャオハじゃなくてマスカーニャなの。はーい。素晴らしい活躍だったな。次の対戦も頼むぞ。マスカーニャ。今ニャオハって言おうとしたよね。さて次の対戦に行こう。ディカヌちゃんがいるな。マスカーニャは先発で出てくることを警戒されやすい。だから向こうはディカヌちゃん先発で来るかもしれないな。先発はサーフ号で行ってみようか。その後マスカーニャ、ガチグマで行こう。対戦よろしくお願いします。お相手先発デカヌちゃん。こっちの先発はサーフ号。デカヌちゃんの特性は型破り。持ち物は風船。サーフ号の技構成はゴールドラッシュ、たたり目、電磁波、自己再生、物理耐久型だね。まずは電磁波から入ろうか。デカヌちゃん、電磁波。あれ？サーフ号は特性黄金の体なのにどうして電磁波が効くの？ディカヌちゃんの特性は型破り。相手の特性に関係なく攻撃できるので電磁波が効いちゃうんだよ。なるほど。海竜の丸スケやミミッキュの皮も貫通する。今の環境、デカヌちゃんは強いかもな。さあここからはお互い動くかどうかの勝負だ。まずはたたり目から。
デカヌちゃん、叩き落とす。叩き落とすもあるのか。デカヌちゃんって器用なポケモンだよな。バイバイ、ゴツゴツメット。サーフ号、たたり目。あと一発では倒せないだろうな。ここはゴールドラッシュで倒してしまって、次の相手に電磁波入れることを狙おうか。デカヌちゃん、アンコール。何？サーフ号、たたり目。これでサーフ号はあと2ターン、たたり目しか打てない。この間に海竜に交代されて、竜の舞とか積まれると一気にまずくなる。ここはガチグマに交代しようか。サーフ号、ガチグマに交代。あれ、ということはデカヌちゃんは交代していない？デカヌちゃん、叩き落とす。グワバイバイ、突撃チョッキ。ガチグマ、ハイパーボイス。ー、ついに倒せたね。でもかなり被害が大きいな。お相手、サーフ号。突撃チョッキのないガチグマの特防は紙なんだよな。サーフ号のゴールドラッシュは絶えない可能性があるので、ここは真空波で少しでも削っておこう。サーフ号、鋼テラスタル。確実に倒しに来た。ガチグマ、真空波。サーフ号、ゴールドラッシュ。ガチグマやばそうな雰囲気。今の環境ではサーフ号の持ち物はこだわりスカーフかこだわりメガネが多い。もしメガネだったら鋼テラスタルを切る必要はなかったはず。ということはスカーフの可能性が高いな。マスカーニャ、出動。マスカーニャ頑張れー。特攻が2段階下がってるし、こだわりスカーフなら交代してくる可能性が高いな。サーフ号にも後ろのポケモンにも刺さる。叩き落とすで行こう。サーフ号、交代してきた。さあ誰だ。お相手、一家ネズミ。おいおい、これは。叩き落とすがぶっ刺さるじゃないか。マスカーニャ、叩き落とす。広角レンズを叩き落とした。やったー。これはでかい。これでネズミ山を撃たれても途中で止まる可能性が高まった。それにマスカーニャならそもそも先制できる可能性もある。望みが出てきたぞ。一家ネズミはたまにじゃれつくを覚えてるのがいるから念のため草テラスサルを切っておこう。トリックフラワーだ。マスカーニャ、草テラスタル。トリックフラワー。先生ナイス。マスカーニャナイスー。あとはサーフ号だけだ。お相手、サーフ号。こだわりスカーフならこのターンは先制されるが、こっちにはまだ気合のたすきが残ってる。そして叩き落とすでスカーフを落とせば次のターンは先制できる。サーフ号、シャドウボール。先制してきた。やっぱりこだわりスカーフだな。マスカーニャ、叩き落とす。こだわりスカーフを叩き落とした。サーフ号に先制技はない。マスカーニャ、叩き落とす。勝ったー。対戦ありがとうございました。マスカーニャ強い。マスカーニャかっこいい。やったー、ありがとう。元に戻った。あくまで一時的に進化するだけだからね。時間が経つと元に戻るよ。バーストタイムが終わってしまった。ニョハおかえり。ただいま。ところでアスカがアスカストーンに触れるとどうなるんだ。いや、僕はポケモンじゃないから何も起きないよ。ポケモンみたいな見た目してるくせに試しに触ってみてよ。いや、だから何も起きないって。それは進化なのか。というわけで、今後もこんな感じの動画を作っていくので、よかったらチャンネル登録をして、また見に来てね。高評価やコメントもしていただけたら嬉しいです。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバイ。